どうもペロンです。今回は R タイプファイナル 2.5 のアップデートで新たに開発可能になった梅毒体のナンバー 104TP2B バッドアップルをご紹介したいと思います。バッドアップルは過去作で腐れパウアーマーとして登場したバイドに侵食されたパウアーマーが名前を変えてプレイヤー機として追加されました。パウアーマーの可愛らしさはほとんど失われましたが、性能自体はパウアーマーの上位互換の性能で、それなりに強力な機体になっています。フォースはニードルフォースの構造を元に製造されたヌードルフォースが搭載されており、バイド体から作った触手をフォースに大量に打ち込んだため、なかなかグロテスクな外見をしています。フォース全体が触手に覆われているため、製造やメンテナンスは命がけというイカれ具合がチーム R タイプっぽくて面白い機体だと思います。赤の新波形レーザーは心電図のような軌道の赤と青のレーザーが交互に切れ間なく発射されます。まずこのレーザーの特徴として P 波や S 波のようなレーザーが波打っている部分にバイドや地形にぶつかってもレーザーは消えませんが、レーザーのつなぎ目が耐久力のあるバイドや地形にぶつかるとレーザーが部分的に丸ごと消えてしまい、レーザーのダメージが十分に与えられないという特徴があることを理解する必要があります。そのためこのレーザーで攻撃を行う場合、単純にバイドにぶつけるのではなく、レーザーの波型の部分だけがぶつかるように立ち位置を調整する必要がありますね。レーザーの波の数と大きさが上下で異なるため、効率よくダメージを与えるのであれば、レーザーの上部が攻撃対象にぶつかるようにしたり、スピードレベル2で後ろに下がると、レーザーをその場で固定することができるため、機体の立ち位置と操作で効率よくダメージを与えることができるようになりますが、基本的にはボス向きではなく、道中の複数のバイドを相手にする場合に役に立つ装備ですね。また、このレーザーは非常に弾速が遅く、発射されたレーザーが全て消えない限り、次が発射できないため、このレーザーを使用しているときに、安易に波動砲のチャージを行わないように注意してください。ただし、この仕様もうまく利用すれば、フォースから切り離されたレーザーが全て消えるまでの時間を利用し、波動砲をチャージすることもできるため、癖は強いですが非常に面白い装備だと思います。青のペインターレーザーは、斜めに4本のレーザーが発射され、地形にぶつかると弾けて長弾する仕様になっています。見た目だけなら範囲攻撃タイプに見えるかもしれませんが、発射されたレーザーが消えないと次が発射できない仕様のため、広すぎる空間で一発でも残ってしまうと、レーザーの回転効率が落ちて火力が下がってしまいますね。至近距離での単体火力は最も攻撃力が高いレーザーのため、あまり広くない空間での雑魚処理に使う以外は、フォースがめり込むくらいの至近距離や壁際での全弾直当てでレーザーの回転効率重視で運用するのがおすすめです。黄色のスラッジレーザーは地形に沿ってバウンドしながら進むオデイをぶちまけます。バウンドした着弾点に継続ダメージが発生するため、壁際では非常に高い火力を発揮できるようになっていますが、バイドに直当てした場合は継続ダメージが発生しないため、直当てを狙うよりは地形をうまく利用することを考えるといいと思います。特にステージ2のボスは自分からダメージを受けに来てくれるため、非常に相性がいいですね。ただし、とにかくレーザーの色が濃くて何が起こってるかわからなくなるくらい視界が悪化するため、狭い場所では事故らないように注意してください。また、壁際でレーザーを発射すると機体を完全に隠すくらいレーザーが跳ね上がるため、物理的な防御力も非常に高くなっており、壁際の戦闘という特定の状況であれば全レーザーの中でも屈指の強力なレーザーだと思います。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、ゆっくり回転しながら2方向にフォースショットを発射する仕様になっており、正直火力としては全く期待できない装備になっていますが、強いて言えば切り離してから 1,2 秒くらいで機体の真後ろを攻撃できるため、機体の後ろから雑魚が近寄ってくる場合に使えるポイントはあるかもしれないですね。ミサイルは目玉爆雷、目玉追尾ミサイル、目玉誘爆ミサイル、目玉垂直打ち上げ式ミサイルの4種類から選ぶことができます。究極互換機を除けば、ミスターヘリ以外では使用できなかった垂直打ち上げ式ミサイルの目玉ミサイル版で、空中にいるときは機体の上部からミサイルが扇状に発射され、地面にくっついた状態では機体の上部から前方に向かって爆弾が発射されます。天井に近づきすぎるとミサイルが爆発してしまうというデメリットはありますが、小回りの利くミサイルは高い殲滅能力があり、地面付近で接近戦を挑む可能性も高い黄色レーザーを使用している場合は非常に相性のいいミサイルだと思います。搭載されている波動砲は、バイド化したことによってバイド砲が強化されたバイド砲2が搭載されており、最大3ループのチャージが可能になっています。チャージごとに発射される波動砲の数が増加し、殲滅力は増加していますが、拡散タイプの波動砲のため、ボスにダメージを与えたいなら、ゼロ距離発射する必要がありますね。ただし、波動砲をまとめて当てたとしても、破壊力がそれほど高いわけではないため、最大チャージまでかかる時間を考えると、チャージする時間が十分にある時以外は、レーザーを使用した方がいいと思います。バッドアップルはパウアーマーがバイド化したことで TP シリーズの中でも非常に強力な機体になりましたが、既存の機体とのパワーバランスを崩すようなぶっ壊れ性能ではないちょうどいい感じの追加機体だと思うので、
過去の作品では使用できなかった腐れパウアーマーがようやく使用可能になったバッドアップルを開発して遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。